左足を伸ばしましょう。反対の右手で左のつま先を触りに行きます。ぐーっと。最低でも右の指先が左のつま先に触れてほしいです。皆さんどうですか？できますか？理想は手首がつま先まで触れたらいいです。僕はギリギリ触れるぐらいです。呼吸止めないようにしましょう。で、筋トレではないので無理にギューッと触りに行くというよりは自然にね、手を伸ばして触れるかどうかチェックしてみてください。で、硬い方も大丈夫です。ビフォーアフターで変化出ますので、最後まで一緒に頑張りましょう。よし、オッケー。逆いきます。右足を伸ばします。反対の左手で右のつま先触りに行きます。空いてる手は床ついておいて OK です。僕はね、こっち側だけ硬いです。皆さんも左右差あるんじゃないでしょうか。ゆっくりね、反動つけてもいいので、なるべく膝伸ばしたままつま先を触りに行く。で、左右差すごい気にする方いるんですが、人間はね、みんな利き手があるので左右差があって当たり前です。気にしなくて大丈夫です。呼吸止めないで、ちょっとずつ前に倒れて頑張って頑張って。頑張れ頑張れ。きつい。よし、オッケー。次、開脚しましょう。無理ない範囲で大丈夫です。開けるとこまで開いて、こう内ももがね伸びるぐらいまで開きましょう。ゆっくり前倒れていきましょう。内もも伸びてれば OK です。これもね、開脚も理想は120度開いておでこがね床につくぐらいまでいけたらいいと思いますが、僕もね90度手のひらが床につくのでやっとです。最低でもね肘が床につくぐらいまではいけるといいと思います。僕も硬いのでね、一緒に頑張りましょう。余裕できてきたらちょっとずつ開いていくといいと思います。よし、 OK。 そしたら次はこのあぐらみたいな状態から右足を左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。なるべく足をお腹にぐっとつけるとより伸びてきます。なるべく姿勢を正してこう上からね頭をぐっと引っ張られてるイメージやるとより伸びてきます。きついよって方は右足ここでも OK です。右のお尻が伸びてればそれで正解です。余裕がある人はなるべく右足をお腹にぐっとつけてしっかり胸張るとより伸びてきます。 OK。 逆側行きましょう。左足を右こっちに持ってきます。で、この左足をお腹にぐーっとつけると左のお尻伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。なるべくぐっと胸張るといいと思います。で、こう股関節なのになんでお尻なのって思う方いるかもしれませんが、股関節って英語でヒップジョイントって言うんですね。お尻の関節ってぐらい、お尻はね股関節全体を覆っているので、股関節柔らかくするためには重要な筋肉です。よし、 OK。 したら次はこのあぐらみたいな状態から右足を前に出しましょう。で、このまま体を正面に倒していきます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。で、いまいち伸びないよって方はもうちょっと体を前に倒したり、ちょっとね体を斜め前に倒してもいいです。こんな感じです。自分が右のお尻伸びる位置探しましょう。これでも伸びない方は足を少し前に出してみたりとか手前に引いてみたりとかね、あ、この位置伸びるなーっていうのを自分でね探しましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 逆足いきます。左足を前に出しましょう。このまま体真正面に倒していきます。左のお尻ストレッチで伸ばしてます。伸びる感覚ありますか？伸びない方は足をね前に出したりとか、体を倒す向きを変えたり、もっと前に体を倒したり、いろいろ試してみましょう。大臀筋っていう人の体で体積が一番大きい筋肉なので、いろんな方向にね筋肉の繊維がついてます。だから人によって硬い方向が違うので、この角度で伸びるよっていうのはね人によります。どれが正解ではないです。皆さんが伸びる角度が正解です。よし、 OK。 次は右足1回伸ばしましょう。こんな感じです。で、この状態で右足の方に向かって体を倒します。で、右手で右のつま先掴みましょう。
最初はね、左手で掴んだんですが、今は右手で大丈夫です。この裏ももを伸ばすことが目的です。で、さっき、左右差、そんなに気にしなくていいですよって言ったんですが、それでもね、女性は結構左右差気にするので、気になる方向きに概要欄にね、骨盤矯正ストレッチ、足の左右差がね、なくなるものを貼っておきますので、もし興味ある方はね、ぜひやってみてください。よし、OK。逆足行きましょう。左足を伸ばします。で、これで、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも伸びる感覚あれば OK です。余裕があれば左手でつま先掴みましょう。空いてる手で膝しっかり伸ばすといいと思います。ただね、前に倒れるとかつま先を掴むことが目的ではないです。裏もも、膝の裏を伸ばすことが目的なので、硬い人はね、これぐらいでも伸びてれば十分。それで正解です。よし、OK。じゃあ次、あぐらとか正座とか長座とか楽な状態で座りましょう。後頭部で手を組みましょう。そしたらこのままおへそをしっかり覗き込む。ゆっくり背中を丸める。逆にゆっくり反らせる。反らせる。ゆっくりおへそを覗き込む。もう一回反らせる。呼吸止めないようにしましょう。これ早くやることが目的ではないです。普段動かさない範囲までゆっくりでいいので大きく丸める反らす繰り返しましょう。しっかり覗き込む。ゆっくり反らせる。よし、OK。そしたら次はまた楽な状態、あぐら、正座、長座何でも大丈夫です。で、真横にパンチしましょう。しっかり肘を伸ばしきる。真横にパンチ伸ばしきる。なるべくね、姿勢正しておきましょう。しっかり肘を伸ばしきりましょう。伸ばしきる。なるべく姿勢正して、呼吸止めないようにしましょう。余裕がある人はペースアップ。ペースアップしても、しっかり肘は伸ばしきる。きつかったらね、各種目の最後の10秒サボってもいいし、再生速度は調整してもいいです。無理せずね、最後まで完走できるペースでやっていきましょう。OK。そしたら次は、右足しっかり伸ばしましょう。で、股関節なるべく開いた状態で体を真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。どんどん体を前に倒していって、つま先はなるべく真上向けておきましょう。そうするとね、内ももより伸びてくると思います。きついよーって方はこれぐらいでも OK。体が前に倒れなくてもね、内もも伸びてれば OK です。またつま先がね、こうやって前に倒れちゃってもそれでも OK。内もも伸ばすことが目的です。呼吸止めないようにしましょう。余裕がある人はどんどん前に倒れると良いです。 OK。 次逆足いきます。左足を伸ばします。なるべく股関節開いた状態から体を真正面に倒していきましょう。内もも伸びますか？つま先なるべく真上向けておきましょう。余裕がある人はどんどん体前に倒しましょう。で、結構ね、コメントとか見てると、すごいね、筋トレみたいに頑張ってストレッチしてる方いるんですが、あまり効果的ではないです。リラックスした状態で、呼吸止めないように、ふーっと、気持ちいいぐらいで伸ばした方がね、効果的です。筋トレじゃないので、ぎゅーって頑張ってもしょうがないです。よし、OK。そしたら次はですね、また、あぐらとか正座とか楽な状態で座りましょう。で、右手、右肘、床について、左手、万歳しましょう。左の脇腹、脇の下、この辺が伸びれば OK です。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。で、この時よく質問いただくのが、反対の左のお尻、こうやって浮いちゃってもいいんですかって言われるんですが、全く問題ないです。脇腹、脇の下伸ばすのが目的なので、いろんな角度にね、こうやって真横に倒したり、斜め前に倒したりして、脇腹、背中、脇の下あたり、伸びる位置探しましょう。よし、OK。皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度調整してください。左手、左肘床について、右手万歳しましょう。脇の下、脇腹、伸びる感覚あれば OK です。右のお尻がこうやって浮いちゃってもいいです。斜め前倒したり、真横倒したりね。これ伸びるなって位置探しましょう。で、最近よくね、いただくのが、深井さんはなんでこんなに
ストレッチやってるで痩せないんですかって言われるんですが、前にもね、文面投稿したんですけど、基本的に食べ過ぎなことと、あと毎日違う部位のストレッチを撮影してるので、そんな簡単に痩せないですね。なので皆さんは、開脚ならね、開脚のストレッチをずっとやるっていうのもね、手段としてありだと思います。よし、OK。そしたら次は、体育座りみたいな感じで、こういう風に座って、足は肩幅より広めに開いたら、左右に倒す。膝をね、しっかり床につける。手はなるべく床につけない方がいいんですが、きつい方、床にこうやってついちゃってもいいです。膝をしっかり床につけましょう。お尻浮いちゃって OK です。余裕がある人は、手をね、床から浮かせたままこうやると、体幹をね、鍛えながら股関節ストレッチができます。これもね、そんな無理しないようにしてください。腰痛い人とかは絶対無理しないで。呼吸は止めないで。きつい。よし、OK。そしたら一回足伸ばしましょう。手は床ついてください。で、片足ずつぐっと上げる。前ももをしっかりお腹に近づけるイメージ。しっかり前ももがお腹に近づくと腹筋使う感覚あると思います。膝曲がっちゃっていいです。これも余裕があったら手をね、床につかずにやると腹筋にさらに効きます。腰丸まって猫背になっちゃって OK です。むしろ猫背の方が効きます。ただ無理せずね、手床についたままでももちろん OK。きつい。頑張って頑張って。OK。そしたら次、長座体前屈いきますよ。なるべく膝曲げずに反動をつけていいので前倒れましょう。これも最低ラインは指先がつま先触れるぐらい、これぐらい。ギリギリ僕は達成。理想はね、手首がつま先ぐらいまで触れるといいと思います。膝なるべく曲げないようにして反動はつけていいのでちょっとずつ前倒れましょう。呼吸は止めないで。頑張って頑張って。頑張って。呼吸止めない。きつい。頑張って頑張って。肩腰痛い人無理しないで。よし、OK。またね、手は床について OK です。で、左足を大きく外回しましょう。こんな感じです。時計回りですね。ゆっくり大きく股関節回しましょう。ゴリゴリなるよーって方は、痛みがなければそのまま大きく回して OK です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。これもね、手を床につけずにやればかなり腹筋効かせながら股関節ストレッチができます。腰痛い人は絶対無理しないでください。手床ついたままでも十分効果的です。頑張って大きく回して OK。 次、右足いきます。大きく外回ししましょう。なるべく大きく回す。きつい。これスピード勝負じゃないですからね。普段動かさない範囲で大きく回しましょう。ゴリゴリになって痛む方は痛めない範囲で OK です。大きく回しましょう。呼吸止めないで。スピード勝負じゃないですからね。きつかったら再生速度調整したりとか、途中で一回停止してね、水分補給してもいいと思います。 OK。 そしたら次は、右足を伸ばしてしっかり股関節開いた状態で体真正面に倒す。この内もも伸びた状態でつま先倒す、真上向ける、つま先倒す、真上向ける。きつい。内もも伸びてれば OK。 いまいち伸びない方は股関節もうちょっとね、しっかり広げる、開脚するみたいなイメージです。余裕があればどんどん前倒れて OK です。で、これもつま先真上向ける、倒す、スピード勝負じゃないです。ゆっくり動かしましょう。しっかり真上向ける、頑張って。 OK。 じゃあ開始いきます。左足伸ばしてなるべく股関節しっかり開きましょう。そのまま体真正面に倒します。つま先倒す、真上向ける、内もも伸びてれば OK です。この股関節付け根からね、動かすイメージ。呼吸止めないようにしましょう。頑張って頑張って。
よくね、最近ズボラストレッチどれぐらいやるのがいいんですかって聞かれるんですけど、理想、早く痩せたい、早く結果出したいんであれば、朝昼晩3回とかね、毎日やったらいいんですが、そこまでいくとズボラじゃなくなっちゃうので、毎日1回でもいいです。で、お風呂上がりでも朝でも、自分がやりやすいタイミングでやりましょう。OK。そしたらもう一回足伸ばして、手は後ろについて OK です。でもう一回股関節回すんですが、左股関節内回しです。外から内に時計回りと反対ですね。反時計回りで股関節大きく回しましょう。なるべく大きく回しましょう。ゆっくり大きく回す。呼吸は止めないで。痛みある方はね、痛みない範囲で OK。頑張って。OK。次、右股関節大きく内回し、外から内に回します。こっちはね、時計回りです。で、余裕がある人はね、手を床につかずにやれば腹筋効かせながら股関節ストレッチができます。もちろん手床についても大丈夫です。で、いろんな種目でね、こう骨盤が床に当たって痛いとか、尾てい骨が床に当たって痛いですって質問いただくんですが、もうベッドの上とか布団の上でやるのがおすすめです。硬い床の上とかね、絨毯の上だと骨盤が当たって痛いとかね、よくあるあるです。よし、OK。じゃあもう一回開脚しましょう。いけるとこまで開いて、さっきも2種目目にね開脚やったんですが、これでどうでしょう。ビフォーアフター開く感覚ありますか？僕はだいぶ前に倒れやすくなりました。90度だったのが100度、110度ぐらいまで開いたかなと思います。皆さんどうでしょう？進みましたか？で、この後にね、もう一回最初にやった柔軟性チェックやりますので、ぜひ最後までね、やってコメント欄でどうだったよって報告いただければ嬉しいです。きつい。頑張って呼吸止めないで。きつい人ね、サボってもいいですよ。よっしゃ、オッケー。よっしゃ。きつい。じゃあ最初と同じように右足伸ばしましょう。左手で右のつま先掴みに行きます。やっぱりこっちが硬いです、僕は。触れますか？つま先で指先でつま先触れますか？しっかり膝伸ばしてくださいね。僕はね、こっち全然無理だったのが、ちょっと頑張れば触れるぐらいまで来ました。呼吸は止めないで、なるべく膝伸ばしてハンドつけていいですからね。ただ肩腰痛い方無理しないでください。頑張れ。よし、OK。逆足いきます。じゃあこんな感じで左足を伸ばして、右手で左のつま先触ります。僕はだいぶ余裕を持って触れるようになりました。皆さんどうですか？膝は曲がらないようにしてハンドつけていいですからね。どうだったかコメント欄で良くなったよとか変わらなかったよとかきつかったとか感想いただけると助かります。でね、これじゃ全然物足りないよって方は追加ストレッチを概要欄貼っておくので、ぜひこのまま続けてやっていただければと思います。でね、皆さんの疑問ってなかなか痩せないよとかどの動画やったらいいのっていうのは概要欄のズボラストレッチの教科書とかサブチャンネルで解説をしてますので、ぜひ見てください。よし、OK、お疲れ様でした。両膝を曲げた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももを使っている感覚がない人はスマホを持っていない方の手で内ももを触りながら足を閉じてみましょう。内ももの筋肉に力が入っている感覚があれば OK です。股関節を限界まで外に開いてから内ももを使って閉じるとより効果的です。次は左足だけ立てた状態で右足は伸ばして右足だけ股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。足を外に開くときは床につきそうになるまで下げましょう。そこから内ももを使って閉じましょう。硬い人は膝が多少曲がっても大丈夫です。内ももの付け根を使う意識だけ忘れないようにしましょう。この動画で一番大切なのは最後の2種目です。一番内ももを使う種目と一番最後が使った内ももを伸ばすストレッチ。動画を途中でやめると効果が半減してしまいます。最後まで一緒に頑張りましょう。
次は左足を行います。右足は立てたままで、左足はしっかり伸ばして外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももの付け根に脂肪が溜まりやすい理由は、本当に股関節を外までしっかり開いた時にしか使えない筋肉なんです。だから日常生活ではほぼ使わなくて脂肪が溜まってしまいます。この動画では股関節をしっかり外まで開いて、内ももの付け根の筋肉を使って足を閉じましょう。次は股関節を片足ずつ内にねじります。内ももの付け根を使ってゆっくり膝を内側に入れましょう。股関節付け根からねじるイメージです。骨盤が多少浮いても大丈夫です。お尻の外側を使って内に倒すこともできるのですが、内ももの付け根を意識して内に倒しましょう。ズボラストレッチの動画は何個か組み合わせて1回に30分ぐらい行えると良いと思います。なぜなら体が温まってからの方がストレッチの効果が出やすいです。一つの動画だけだと体が温まったぐらいで終わってしまいます。かかとを体の方に引きましょう。お尻とかかとをくっつけるイメージでそのまま股関節を外に開きます。かかとをお尻に近づけた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。1番のストレッチと同じ動きなのですが、膝を曲げている角度がきついので1番よりきついと思います。内ももの付け根を使って閉じることを意識し続けましょう。普段椅子に座っている時に膝と膝をつけたまま座っているのが苦手な人は、膝同士をつけているだけでも内もものトレーニングになります。ぜひ仕事中や授業中にやってみましょう。次は右足だけ浮かせて膝を伸ばした状態で大きく内回しにくるくる回しましょう。内に入れるときに内ももの付け根を使いましょう。低い位置で小さくくるくる回しているのが楽なのですが、なるべく大きく回しましょう。この動きで腰が痛い人は左膝を曲げてもらっても大丈夫です。その状態で大きくくるくる回しましょう。次は左足も同じように行います。左足を浮かせて大きく内回しに動かします。膝はなるべく伸ばしておきましょう。この動画では内ももの付け根を集中してストレッチを行っていますが、この動画だけを習慣化して内ももの付け根の部分痩せを狙うよりかは、股関節全体のストレッチをして足全体を細くする方が効果が早いと思います。腰が痛かったら右膝曲げていただいて大丈夫です。次は右の股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使って足を上げましょう。つま先は外向けておきましょう。もし内ももの付け根が動いている感覚がない人は、股関節が外に開いてない可能性が高いです。股関節付け根から外に開いて、つま先が外向いているのを確認した状態で足を上げましょう。それでも内ももの付け根を使っている感覚がない人は、空いている手で内ももの付け根を触りながら行ってみましょう。触ると動いている感覚を感じることができると思います。次は左足も同じように行います。股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使ってゆっくり足を上げましょう。これはすごい地味なんですが、恥骨筋という筋肉を使っています。もし興味がある人は概要欄に恥骨筋についての URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。この動きでも腰が痛い人がいると思います。その場合は反対の足を立てて行いましょう。6分間かけて内ももの付け根の筋肉ばかりを使ってきました。最後の種目は内ももの付け根を伸ばすストレッチです。しっかり最後まで行いましょう。動画と同じように手で足の裏をつかみましょう。スマホは一回床に置きましょう。掴んだ足を体の方にぐーっと引きましょう。
裏もも、内ももが伸びていれば OK です。もし伸びる感覚がない人は少し角度を変えてみたり、つま先を自分の方にグッと寄せてみたり試してみましょう。硬くて足の裏に手が届かない人は太ももを持っても大丈夫です。こんな感じです。内もも、裏ももが伸びていれば OK です。これも伸びないという方は足パカでも大丈夫です。最後に内もものストレッチを行うということをお伝えしたいです。この動画が終わった後に行った方がいいストレッチを概要欄に貼っておきます。今日もお疲れ様でした。股関節を開く、膝を伸ばす、股関節を開く、膝を伸ばす。これを繰り返しましょう。ポイントはゆっくりでも良いので、股関節をしっかり開いて、膝を伸ばすときは膝同士をしっかりつけることです。主に内ももの筋肉を使っています。この動画はダイエットしたいけど運動しても続かない、ジムに行く時間がない、食事制限はできないけどダイエットがしたい、そんな方向けに作っています。一緒に頑張っていきましょう。次は足を浮かせて股関節を外に開いた状態で膝をパタパタさせます。主に内ももと裏ももに効きます。余裕がある人は少しお尻を持ち上げると下っ腹にも効いてきます。ズボラストレッチは寝たまま行うストレッチが基本となってます。なぜかというと、立ったり座ったりした方が効果的な場合がもちろんあるんですが、僕がストレッチトレーナーを9年間やった中で寝たままのストレッチが一番習慣化しやすいと気づいたんです。次は股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきます。膝を伸ばす方の足は前ももを使ってしっかり膝を伸ばしきりましょう。膝上の肉を撃退できます。足を上げるときは前ももを使わず下っ腹を使うイメージでしっかり高く上げましょう。もしきつい人は下の足は床につけておいても大丈夫です。この動画は後半にかけてゆっくりペースアップしていきます。前半はゆっくり簡単な準備運動のイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を左右に倒していきます。外ももが床につくぐらいしっかり倒しましょう。骨盤が多少浮いてしまっても問題ありません。なぜ20分の動画を作ったかというと、皆さんの体をなりづらい体に変えたいからです。気になる部分だけ伸ばしてその場でむくみ解消とか楽になったりはするんですが、太りづらい体、太ももがむくみづらい体にするには全身やる必要があります。次は少し難しいです。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。これを繰り返していきましょう。急がなくていいので、つま先、かかと、お尻、自分が上げれる範囲でしっかり高く上げるように意識しましょう。全身をストレッチする理由としては、例えば反り腰だけでもいろいろな原因があります。ヒールばかり履いていて前ももばかり使って前重心になってしまう、お腹に脂肪がついたことによって骨盤が前に倒れてしまう等があります。すべてを解消する必要があります。次はできる限り膝を伸ばしたまま股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきましょう。前ももに力が入らないように意識して行いましょう。なぜ前ももを使わないように意識するかというと、前ももが太くなる原因のほとんどは使いすぎです。例えば前に向かって歩くときや階段を上るときも、個人的には下っ腹や股関節付け根の筋肉を使ってほしいです。でも下っ腹や股関節付け根が筋力不足だったりして前ももばっかりに頼ってしまう人がほとんどです。次は休憩も兼ねて両手を万歳しましょう。脇の下やお腹の筋肉が伸びると思います。余裕があればできるだけ遠くに向かって手を伸ばすイメージです。背中を丸めて猫背になって座る人はずっと腹筋が縮まりっぱなしです。しっかり手を高く上げて
腹筋を伸ばしてあげると姿勢も良くなると思います。もしもやり方がわからないと疑問点があればコメントいただければ必ずお返しいたします。次は足を真横に上げるイメージです。前ももを使うというよりもお尻の横、大天使のあたりを使ってしっかり足を上げましょう。高く上げると脇腹にも効きます。もしも余裕がある人は肘と膝をタッチしてみましょう。こんな感じです。こうするとかなり脇腹にも効いてきます。下っ腹をへこませるには下っ腹の筋肉だけではなくて脇腹も鍛える必要があります。できる限り高く足を上げましょう。脇腹の筋肉を使ったので、次は脇腹のストレッチを行っていきます。両足を揃えた状態で右に倒しましょう。左手は左斜め上に向かって伸ばすと良いと思います。左のお腹、背中が伸びていれば大丈夫です。この時に左手が内側にねじれてしまう人は猫背の原因になります。しっかり外向けましょう。胸から腕にかけても伸びる感覚があると思います。あまり伸びる感覚がないという人は僕と同じように股関節曲げた状態でしっかりねじってみましょう。この方が伸びる感覚があると思います。次は左向きにねじっていきましょう。膝を曲げたまま左に倒していきましょう。この時に膝同士はしっかりつけておきましょう。右手は斜め上に伸ばしましょう。まだ前半戦なので緩めのストレッチになってます。後半にかけてもう少しきつい動きをするので無理せず一緒に頑張っていきましょう。下っ腹だけではなくてくびれを作りたい方はこの脇腹のストレッチが大事になってきます。ここが硬いと血流が悪くなって脇腹に脂肪がつきやすくなります。一度膝を伸ばしましょう。肩幅よりも少し広めに足を開いていただいて、その状態で股関節をねじります。股関節の付け根から内、外にしっかりねじっていきましょう。股関節が硬い人にとってはこれも結構難しくて、つま先だけ動かしてしまう人がいるかもしれません。もっとゆっくりでもいいので股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。次から少しずつきつめになってきます。まずは右足だけ高く上げて大きくくるくる回しましょう。できる限り膝は伸ばしておくと良いと思います。股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。慣れてきたら反対回しも行いましょう。できる限り大きく膝は曲げないようにしましょう。もしも腰が反って痛みが出る人は左足を曲げても大丈夫です。左足も行っていきましょう。足を上げて股関節から大きく動かしていきましょう。太もも周りとお尻、股関節付け根に効いてきます。ポイントは普段動かさない範囲で大きく動かすことです。うまく体が使えている人は股関節の付け根や下っ腹にも効いてくると思います。結構きついと思うのですが、息を止めないように深呼吸しながら頑張りましょう。次は両足を上げた状態で内ももを使います。この状態を作って内ももをタッチしていきます。足を上げるというよりもお尻を浮かせる意識で行うと下っ腹にもかなり効いてきます。ガニ股だったり内ももの筋肉が弱い人は膝と膝をつけるのがかなりきついかもしれません。しっかり膝と膝がつくように内ももを使いましょう。腰に痛みが出る人はお尻のあたりにクッションか枕を入れるか自分の手を入れると
お尻が上がって腰への負担が減ります。次は両足を持ち上げた状態で膝をパタパタ動かします。かかとを裏ももにタッチするイメージで行いましょう。裏ももやふくらはぎの筋肉を動かしたいのですが、お尻を少し浮かせるようにすると下っ腹にも効いてきます。下っ腹、裏もも、ふくらはぎの3点セットです。結構きついですが、一緒に最後まで頑張りましょう。もしきつかったら残り10秒休憩しましょう。あと5秒です。5、4、3、2、1、OK です。次の種目に行きましょう。寝返りを打つイメージで横向きになりましょう。左右どちら向きでも大丈夫です。下の足を少し曲げて安定した状態を作って、上の足を真上に上げていきましょう。外ももというよりも外ももの付け根、お尻の横側をしっかり使っていきましょう。ゆっくりでいいので、できる限り高く足を上げると効果的です。しっかり高くまで上げると脇腹にも効果的です。速いペースで行うよりも普段動かさない範囲まで大きく動かすことの方が大切です。次は横向きのまま前もものストレッチを行います。皆さんに見えやすいように少し向きを変えます。足首を手で掴んで少し後ろに引きましょう。上の足の前ももが伸びます。下の足は少し曲げておいた方が安定すると思います。体よりも少し後ろまで足が下がるようにすると股関節付け根の方まで伸びます。少し角度を変えて股関節を内にねじってみたり、逆に外に入れてみたりすると伸びる向きが変わります。いろんな向きで硬い位置を探してしっかり伸ばしましょう。また見えやすいように少し向きを変えますね。横向きに寝たまま上の足を上げてくるくる回しましょう。これも外ももの付け根、お尻の横側ですね、使うイメージで行いましょう。こう大天使のあたりが動いていれば OK です。できる限り大きく回していきましょう。上から重力がかかっているので見た目以上にきついと思います。一緒に頑張りましょう。もう半分以上終わってきました。次は横向きのままで股関節を回しましょう。下の足は曲げておいて上の足の股関節を大きく回しましょう。股関節が硬い人はこれだけでも結構きついと思います。ゆっくり大きく回すように意識しましょう。スマホを手に持って見ながらやってもいいですし、床に置いてもらっても大丈夫です。楽な方法で行いましょう。どうしても慣れてくると無意識に動きが小さくなるので、最後まで大きく回すように意識し続けましょう。無料音声ボイシーという SNS で毎日配信しながらみんなで一緒に頑張るダイエット企画やってます。コメント欄がこんな感じでズボラのみんなで盛り上がってます。概要欄のコメントに無料音声の SNS ボイシーのリンク貼ってきます。会員登録アプリダウンロードなしでリンクをクリックして再生ボタンクリックしたらすぐに聞けます。一緒にダイエット頑張りましょう。